どうも、JMK ライドのファルコンです。フリースケートの練習方法やコツなどを教えてます。今回は自走のスネーク走行について説明したいと思います。スネーク走行とは自走の種類の中の一種になります。フリースケートを始めて皆さんが一番最初に覚えるのがクロス走行になります。クロス走行とは上半身の位置を変えずに前足と後ろ足をそれぞれ別の方向に同時に動かしながら進む自走になります。こういうような動きですね。一方スネーク走行は遠心力や体重移動を使って意図的に上半身を左右上下に振りながら前足の軌道に合わせながら後ろ足が追いかけてくる、このような走行になります。スネーク走行をやるためには足の動かし方、あとは遠心力のつけ方、あとは体重移動のさせ方、俗に言うパンピングっていうところなんですけれども、これを覚える必要があります。で、特に重要になるのがパンピングなんですが、パンピングとはスケートパーク内にあるランプやボールを滑るのに必要な基本的な動作になります。この動作は下り斜面では体重を乗せて加速させたり、上り斜面では体重を抜いて減速しないようにしたりする技術になるんですけれども、自走にある程度慣れてないとこのパンピングを習得するのは難しいです。なのでスネーク走行を始めるにあたってはスケートパーク内にあるランプやボールを経験したことがあるっていうレベルか、もしくはクロス走行で 2,3 時間滑り続けても疲れないくらいのレベルになってから始めましょう。ではスネーク走行の足の動かし方について説明していきます。この動画を見ている方々は、もうクロス走行がすでにできていると思いますので、クロス走行の前足だけ動かしながら、進んでみてください。後ろ足は何もしないで前足だけ漕ぐっていう感じですね。この状態で滑ってみましょう。はい、次は、前足を動かしている状態に加えて、今度は後ろ足を前足が通った軌道と同じ軌道を通るように足を引っ張るように動かしてみましょう。具体的には前足がこの動いている状態に合わせて、前足が動いたら後ろ足を引っ張る、前足が動いたら後ろ足を引っ張るような形をやってみましょう。この動きがスネーク走行において基本的な足の動きになります。クロス走行は前足と後ろ足を同時に動かす滑り方になりますが、スネーク走行は前足を押し出した後に後ろ足を引っ張るというような2段階の動きになるというのを覚えておいてください。はい、次は遠心力のつけ方について説明します。まずはデッキにまっすぐ乗った状態で手を広げてください。で、この状態で背中側、お腹側に手を思いっきり振ってみてください。そうすると足で漕がなくても手を振った勢いだけで遠心力で進んでくれるのが分かると思います。でこの遠心力で進む感覚が分かってきたら、先ほどの足の動きに合わせて体を振ってみてください。前足がガニ股の時には体を背中側の方に開いて、前足が内側になった時には体をお腹側の方に閉じるというような風にやってみてください。はい、続いてパンピングについて説明していきます。冒頭でも説明しましたが、パンピングとは体重をかけたり抜いたりすることによって加速減速しないようにするための技術になります。でこのパンピングっていうのは上り斜面や下り斜面があるそのスケートパーク内で、ランプやボールを使って一番覚えるのが早いんですけれども、
スケートパークとかが近くにない環境であったりとか、そういうところに行きづらいっていう人もいると思うので、平地だけを使ってパンピングをどうやったら習得できるかっていうのを、日常生活の動作に例えて説明していきたいと思います。まずフリースケートを使わずに地面にまっすぐ立っている状態で、進行方向前側の肩をお腹側から押されるとどうなるかというと、重心が後ろに崩されるため、立っている状態をキープしようとして足を背中側について踏みとどまります。同じく背中側の方から肩を押されると、立っている状態をキープしようとしてお腹側の方に足をついて踏みとどまります。この踏みとどまる足にはバランスを保っていようとする力と、あとは自分の全体重がかかっています。フリースケートではその力と体重を使って加速させます。ただしフリースケートでこの力を使って加速しようとしたところで永遠と加速し続けるわけではありません。体重がずっと乗っていればその分リールに対して圧がかかってくるので摩擦が発生して減速につながります。なので踏みとどまっている状態から元の状態に戻すことで体重の圧を減らして減速することをなくします。つまりバランスを意図的に崩して体重をかけることによって加速させて、崩した体勢を立て直すことによって体重を抜いてあげて減速させない、この動作を繰り返しやることによって加速し続けていきます。ではフリースケートに乗った状態でこの動きを再現していきましょう。それでは先ほど遠心力のつけ方で説明した通り、デッキにまっすぐ乗った状態で手を横に広げてください。遠心力をつけるときには手を真横に振っていましたが、今度はお腹側の方を上に上げて斜め下に振り下ろすような形で手を振ってみましょう。その際に手を振るプラス背中側の方に体を上半身を倒れ込ませるような形で振ってみてください。そうすると正面から前の肩を押された時と同じような状態になります。前の肩を上から下に振り下ろすという動作と上半身を背中側の方に寝かせるという動作になるので、バランスを取ろうとして前の足が自然と踏みとどまろうとして背中側の方に加速して進んでくれます。またこの踏みとどまる力が強ければ強いほど加速するので、腕を上から下に振り下ろす際に膝を曲げて腰の位置を落としてより体重を乗せることによってさらに加速度が増します。ただこの状態のままでいると加速した後に減速してしまうので、加速しきった後は後ろ足を引っ張ってまたまっすぐに並べてあげて元の状態に戻して減速しないようにしてあげましょう。はい、今度は逆の動きです。先ほどと同様に手を横に開いてもらって、今度は背中側の方斜め上からお腹側の方に対して手を振り下ろしてみてください。その際に上半身はお腹側の方に倒れ込むような形にしてみましょう。これは先ほど説明した、背中側から前の肩を押された時と同じ状態になります。そうするとお腹側の方にバランスを崩すようになるので、今度は前の足が踏みとどまろうとしてお腹側の方に出てきます。ここのところで加速します。これも先ほどと同様に踏みとどまる力が強ければ強いほど加速するので、腕を背中側の方からお腹側の方に斜め下に振り下ろす際に膝を曲げて腰を落としてより体重をかけるとより加速します。で加速し終わった後は
後ろ足を引っ張ってあげて、足を揃えて元の状態に戻して減速しないようにしてあげましょう。この動作を繰り返しやればいいんですが、遠心力のつけ方で手を横に開いて真横に振るっていうような動きをしましたが、今回の練習方法のイメージは真横に振るのではなく、前の手で無限を描くようなイメージで体を振るというふうにやると、うまく練習できると思うのでチャレンジしてみてください。それではおさらいです。前足の押す動作と後ろ足の引っ張る動作の2段階の力を利用する。これが1つ目。体を左右に振って遠心力の力を利用する。これが2つ目。体重を乗せたり体重を抜くことによって上下の力を利用するのが3つ目。この3つの力を合わせることによって綺麗なスネーク走行ができるようになります。これまでスネーク走行についていろんな人に教えてきましたけれども、やっぱりパンピングだけでもだいぶ奥が深いものがあって、自走能力が低かったり、やっぱランプボールなどそのパークを経験してなくて平地でしかやってない人だと、やっぱりちょっとパンピングを覚えるのには時間がかかったりします。なので、スネーク走行で、とりあえず、足の動きと、遠心力の動き、上下の動きのそのパンピングがなかったとしても、スネーク走行もどきみたいなのは、同じような形が取れると思うので、まず一旦はその遠心力を使うところまでをやってみるっていうのも手だし、あとは、スケートパークに行ってランプボールを使ってそのパンピングっていうものを経験してみるっていうのが、一番早くスネークを習得できるんではないかなと思ってます。この動画とは別に、クロス走行とスネーク走行のスロー再生の動画をアップしておきます。そのスロー再生動画を見ながら、足の幅であったり体重の移し方であったり自分の滑りと比べて分析してみてください。はい、今回の説明はこれで以上になります。参考になったでしょうか。また見てください。